こんにちは、旅Qです。今日紹介するのはこれ、ヘルメット内に入れるタイプのバイク用インカムなんですが、これはね、危ないよということに気がついたので紹介します。インターネットの通販サイトでだいたい1個2000円から3000円ぐらいで買いました。最初は安かったからうっかり手を出してしまったんです。もしもダメだったら戻れるかなと思って軽はずみな気持ちで手を出してしまいました。それまで使っていたインカムは音がだいぶ悪くて、音楽とか聴いていても気持ち悪いし、ナビゲーションの時もいきなりザーッと音が鳴ってびっくりしたりして、それでこれから逃げたかったんですよ。ヘルメットの外に飛び出してしまって、これが風切り音結構発生させちゃうんですよね。内蔵タイプだったらそんな悩みも忘れることができて、それで使ってみたら意外と音も良かったんですよ。なんだ全然大丈夫じゃん。これ全然みんなこんなに安いのに何も問題ないじゃん。なんて思ってたんですよ。はい、後悔してます。なんでこんなものに手をつけちゃったんだろうなって。よく考えれば、これダメだってわかるはずなのに、あの時は何もそんなこと考えてなくて、目先の便利さと価格の安さに負けてしまいました。ということでね、買っちゃったんですよね。最初何も考えずに使ってて、その時はね、これいいな、もうこれで十分じゃん、ソロ2ならと思ってたんですよ。それで実はね、もう1個買っちゃっててね、アストロ GX 用と琉球で2個も買ってしまったんですけど、後で気がついた。これはダメだなと。何がダメかっていうと、この商品がダメというわけじゃなくて、このコンセプト、ヘルメット内にインカムを入れるという考え自体がやばいなと。どういうことかというと、この中に何が入ってるか。この中にバッテリーが入ってるんですよ。おそらくリチウムイオンかリチウムポリマーのバッテリーが入ってると思いますが、このリチウムイオンとかリチウムポリマーのバッテリーっていうのは、よくニュースにもなってる通り、現在の技術では炎上したり爆発するリスクがあるわけですね。それをこの硬いヘルメットと人間の柔らかい耳の穴の前に差し込むわけですよね。そうか、頭の中に爆弾が。こういう外付けタイプのインカムだったら、この中にバッテリーが入っているので、仮にここで爆発しても爆発の衝撃って外に行きますよね。これが燃えたとしてもグローブでね、バッと叩くこともできるわけですよ。けれどこれが耳の中に入っている状態でもし炎上したら、いますよね。この中のバッテリーがいいとか悪いとかいうレベルの話じゃなくて、もっとね、こんな製品よりも品質管理頑張ってるはずのアップルとかサムスンなんかでもスマートフォンの爆発事故って起きてるじゃないですか。じゃあこれがね、アップルやサムスンと比べてどれぐらい信用できるのかって話ですよね。改めて見て恐ろしいんですけど、何も書いてないんですよ。ブランド名もないし、商品名もないし、もちろんね、なんとか企画みたいなやつも何も書いてなくて、いや、今改めて見て思ったんですけど、これは売っちゃいけないし、持ってても使っちゃいけなかったね。これは反省。これはね、ダメ。これはいかんね。いかんねっていうだけじゃしょうもないので、実際ね、こいつをばらしてみてね、中身どうなってるのかっていうのを確認してみましょう。まずはこのマイクと充電ケーブルがついてる方をばらしていきましょう。実はこれ1回ばらしているので、単にこの2つのパーツがプラモデルみたいに組み合わさって、で接着剤ついてたから最初は開けるときちょっと強引に開けないといけないんですけど、これはもう1回ばらしているので、ただ引っ張れば開きます。オープン。改めて見て不安になる作りですよね。見てください。このハンダからね、もうニクロム線が直接出てて、これはね、振動とかでハンダ剥がれたりしたら余裕でショートしますよね、この作り。マイクはグルーガンみたいなので止められてるだけだったので、引っ張ったら簡単に抜けますね。ちょっと基板外してみましょうか。
で、多分裏側に Bluetooth とかやってるなんかチップがあるんでしょうけど、この黄色いところがアンテナですかね。Bluetooth は 2.4 ギガだから、4分の1で3センチぐらいのアンテナを使ってるんだと思います。真ん中の黒いチップがおそらく Bluetooth とかオーディオ周りやってるんじゃないですかね。左下に水晶発信器があって、周りに積層コンデンサがあるという感じですね。こっち側初めて開けるんですよね。なんかちょっと指入れたら開いたので、多分同じ作りでしょうね。まだ接着剤が残ってるっぽくて、だいぶ硬いです。これちょっと手じゃ開かないかな。ちょっと入れてこじってるんですけど、バッテリーあるからね、気をつけてやってきます。奥に差し込みすぎないように。なんかもう今ちらっとちょっと奥の方バッテリー見える感じがします。さあ、開きそうですね。いけそう。ここを開けば、最後の1箇所は結構粘ってる。さあ、開きましたよ。はい、開きました。いや、やっぱ、バッテリーがいますね。ちょっと待ってよ。これ何も書いてないな。何も刻印がないバッテリー出てきましたね。これ裏面に書いてるのかな。いや、この置き方はやばいんじゃないかな。これはね、いや、その線も、うわー、これは危ないと思うんですけど、どうです？ちょっとバッテリー外して裏側見てみましょうか。なんかね、取れそうなんで、取れた。いや、これは、電圧と容量が書いてるだけですね。バッテリーもノンブランドですよ。で、何かね、制御基板っぽい何かついてるけどね、そこにまたニクロム線が直付けっていう。どうなのかなこれ、ちょっと素人目にはかなり危なっかしい感じしますね。いや、ここもなんかへこんでますね。ここへこんでますよ。いやー、これはね、やばいでしょう。さすがに。この実装に命はやっぱかけれませんね。いや、もともとね、そのバッテリーをヘルメットと耳の間につけるってこと自体がやばいんですけど、その実装がね、これはやばいな。ということで、旅行きまたなんかこう、新しいインカム探そうと思います。やっぱりなんだかんだ言っても、格安インカムは安物買いの銭失いなのかな。国産インカム買うのが一番安上がりで近道だった可能性もありますね。おすすめのインカム情報とかあったら教えてほしいです。ということで、次の動画でまた会いましょう。旅Qでした。